こんにちは、ウリです。今回は去年の年末におせち料理を準備している時の動画です。めちゃくちゃ遅くなってしまいましたが、もしよかったら最後まで見ていってください。今回はこんな予定で作っていこうと思っていました。はい、過去形です。それがどんな風に変わっていくかも見ていってください。まず30日、息子がお昼寝中に作業していきます。最初に黒豆から。黒豆は文明の利器電子圧力鍋を使って作っていきます。さっと洗った黒豆と水を入れ、あとは電子圧力鍋通りに煮込んでいきます。電子圧力鍋さんお願いします。その間に紅白なますを作っていきます。大根と人参の千切りをしていきます。大根を千切りするときはかつらむきしてから千切りしていくと細かくて味が染みやすくなるのですが、この量の大根をかつらむきする気力がないため、できるだけ薄く切っていきます。両実家にも素分けしていくので全体的に多めに作っております。どちらの実家も大変だから無理して作らなくて大丈夫だよって言ってくれているのですが、いろんな品を大量に作れるのっておせち作る時ぐらいなので楽しんでやっております。今回は旦那が明日大晦日はお休みなので息子の面倒を見てくれるということでいつもより品数増やしてみました。多分来年はこんな作れないだろうな。ちなみに紅白なます、うちは大根と人参作るんですが、株派の方もいるのではないでしょうか。皆さんはどっち派ですか？千切りできたら塩をまぶして揉み込んでしんなりするまで放置しておきます。さて、お次は菊花かぶを作っていきます。よくスーパーに置いてあるような大きさのかぶならそのままの大きさでいいのですが、大きかったので半分に切ってから皮を剥いていきます。つい大きさに惹かれて買ってしまったのですが、菊花かぶ剥きではなかったなぁと後悔しながら皮を剥いていきました。皮が剥けたら縦に細かい包丁を入れていきます。最後まで切らないように菜箸を置いておくとやりやすいです。あとはまっすぐ包丁を入れていくだけなのですが、少し向きが変わるとこんな感じで切れてしまいます。後で程よい大きさに切るので気にせずに黙々と切っていきます。切り込みを入れたら向きを90度変え、また切り込みを入れていきます。この時もまっすぐ入れてください。切れたのを差し込んでも意味はないですよ。切り込みを縦横入れたら3、4センチの四角に切っていきます。切れたらボウルに入れ塩をまぶし、これもしんなりするまで放置しておきます。次に菊花かぶ用の甘酢を作っていきます。鍋に昆布、砂糖、酢、塩、水を加え、種を取った唐辛子を輪切りにしながら入れていきます。
を火にかけ、一煮立ちしたら甘酢の完成です。そろそろしんなりしてきた紅白なますの汁気を絞っていきます。この量だと結構握力がいりますね。絞れたら合わせておいた調味料を入れ、冷蔵庫に入れ漬け込んだら紅白なますの完成です。次にキッカカブも汁気を絞っていきます。紅白なますのようにギューって絞ると崩れちゃいそうなので、ちょっと気を使いながら絞っていきました。もっと菊の花みたいに綺麗になるかなと思っていたのですが、なかなか難しいですね。汁気を絞ったら先ほど作った甘酢をかけて冷蔵庫に入れ漬け込んだらキッカカブの完成です。さて、圧力鍋にお任せしていた黒豆に呼ばれたので、砂糖、醤油と塩を入れ、またお任せします。よろしくね。お次は田作りを作っていきたいと思います。田作りをフライパンに入れ、空炒りしていきます。田作りを折った時にパキッと折れるまでいっていきます。だいたい15分くらい弱火でいっていきます。パキッと折れるまで入れたら調味料を回し入れ、全体に絡めます。絡めたら火を止め、バットに移し替え、白ごまを混ぜたら田作りの完成です。ほぼ圧力鍋にお任せの黒豆も全工程を終えたら黒豆の完成です。お昼寝中の作業はここまで。次は30日の夜と思っていたのですが、息子と一緒に寝てしまったので次の日の朝です。昆布巻きの下準備をしていきます。昆布を水につけて戻します。かんぴょうは塩もみしておきます。かんぴょうを戻している間に筑前煮を作っていきます。人参を乱切りしていきます。ねじり梅の風切りをしたかったのですが、昨日寝てしまい時間がないので乱切りにしちゃいました。椎茸は石突きを取り4等分にしていきます。大きいのは6等分にします。ちなみに本日31日は旦那お休みなので、ただいま息子と散歩に行っております。帰ってくるまでにできるだけ終わらせたい所存です。次にこんにゃくを切っていきます。こんにゃくくらい簡単な風切りをしとこっと手綱こんにゃくにしていきます。こんにゃくを切り上下1センチほど残して切り込みを入れます。最初に太く切りすぎたので半分に切ります。あとは切り込みに片端をくずぐらせたら手綱こんにゃくの出来上がりです。もっと他の具材も風切り凝ってやりたかったのですが、夕方から私の実家に行く予定になっているので、それまでにお重に詰め込むとこまで終わるか内心焦っております。昨日の夜少しでもやれていれば今日余裕だったのに。
里芋は皮を剥いてこちらも乱切りにしていきます。里芋ぬめぬめして皮が剥きづらいです。レンジでチンしたり茹でたりすると剥きやすくなるのですが、後に煮込むとき崩れてしまうので地道に剥いていきます。剥けたら乱切りしていきます。切れたら塩もみしてぬめりを取っていきます。鍋に油を敷き、鶏肉を炒めていきます。鶏肉の色が変わったら野菜を入れ、水と調味料を入れ、一煮立ちさせたら弱火の中火にして落とし蓋をして汁気が少なくなるまで煮込んでいきます。煮込んでいる間に昆布巻きを作っていきます。戻した昆布を丸めていきます。端切れは中に入れ込んで巻いていきます。巻けたらかんぴょうを細結びしていきます。一つの昆布に対して3箇所かんぴょうで結んでいきます。中にニシンや鮭を巻くと美味しくなるのですが、今回中に巻くものを買い忘れたので昆布だけ巻いています。これだけでも結構美味しいんですよ。巻けたらハサミで3等分に切っていきます。鍋で煮込む場合はそのままで大丈夫なのですが、圧力鍋に入らないので切っていきます。圧力鍋に昆布を入れます。この品も鍋で煮込むと時間かかるので圧力鍋さんにお願いします。そこに昆布の戻し汁、合わせた調味料を入れ、あとは圧力鍋にお任せします。煮込んでる間に昼食タイム。途中で筑前煮が煮込み終わったので火を止めます。昆布巻きは煮詰めます。煮詰めたら昆布巻きの完成です。大晦日13時になりました。裏ごしするのがめんどくさい栗きんとん作っていきます。さつまいもを適当に切っていきます。皮が剥きやすい大きさにするだけなので本当に適当です。皮を厚めに切ります。厚めに切ることで出来上がった時の色が綺麗になりますよ。これもまた圧力鍋で柔らかく茹でます。今回電子圧力鍋をお迎えして初めてのおせち作りをしております。この子がいなかったら時間的にこんな品数作れなかっただろうなと思いました。去年まで黒豆前日から用意して5、6時間煮込んだり、栗きんとんもコトコト柔らかくなるまで煮込んだり、とにかくめちゃくちゃ時間かかってたので、こんな品数子育てしながら作れなかったです。何より旦那が息子を見てくれてる時間が作業がとてもはかどって助かりました。
剥けたら10分ほど水にさらして圧力鍋に入れ柔らかくなるまでに茹でます。さつまいもを茹でている間にイカの笠松焼きを作っていきます。包丁を斜めに寝かせ、半分のところまで切り込みを入れていきます。格子状になるように同じように切り込みを入れていきます。今回イカさん 1kg あるので結構根気のいる作業になりました。ただ今回のおせち焼き物これしかないので甘いものが多い中で食べるととても美味しくてすぐなくなっちゃいました。お酒のつまみにもなりますよね。ちなみに黙々と笠松切りしているうちに息子を寝かしつけた旦那も黙々と大掃除しております。今回は引っ越したばかりなのでささっとでいいかと旦那一人で大掃除していただいておりますが、来年は私も頑張らないとだよなって思いながら笠松切りしております。飾り切りできたら 2,3 センチ角の四角に切っていきます。ちなみに切り込みを入れてる最中に指を切り絆創膏をつけております。ここまで切らずにやってきたので誠に無念です。切れたらフライパンに合わせた調味料を入れ、切れ込みを入れた方が下になるようにイカをフライパンに入れていきます。結構な量なのでフライパンにぎゅうぎゅう詰めになりました。火をかけ沸騰したら弱火にして煮詰めていきます。その間に筑前煮に入れるさやえんどうを茹でていきます。まずは筋を取っていきます。筋取りって結構地味な作業ですが、綺麗に取れた時の爽快感があって好きです。筋が取れたら塩茹でしていきます。1、2分茹でたらざるにあげ水にさらします。さやえんどうが冷えたら斜めに2等分していきます。あとは盛り付けるときにさやえんどうをのせたら筑前煮の完成です。イカも煮詰めて汁気が少なくなったらイカの笠松焼きの完成です。ラスト栗きんとん。竹串が通るまで茹でれたら滑らかになるように裏ごししていきます。今回はフードプロセッサーで潰していきます。少し栗の甘露煮のシロップを入れスイッチオン。今まで裏ごし器で手が震えるまでやっていたのでこの速さにびっくりしました。去年離乳食用に買ったのですが、こんなに早くしかも滑らかにできるならもっと早く会いたかったです。多分今年も時間かかるだろうし一人ではきついだろうとスタンバイしていた旦那もあっという間に滑らかになり驚いておりました。滑らかになったら鍋に移しシロップ、砂糖を加え弱火で煮詰めていきます。
ここで茹でるとき、口なしの実を入れるの忘れてたなって思い出しました。入れた方が鮮やかになるので入れてみてください。ツヤができたら栗を混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら栗きんとんの完成です。最後はおせちに詰めていきます。この時点で時間は15時。息子が起きてきて、てんやわんや終わるかなと焦っております。絶対夜ちょっとでもやっておけば楽だったんだろう。そんなことを思いながら詰めていきました。かまぼこは交互になるように切っておきます。家の重箱2段なので1段目に1の重の品、2の重と3の重の品は2段目に入れていきます。毎回どう入れたら綺麗にまとまるのかなって悩みます。今回金のカップを買ってきたのですが、栗きんとんこのカップに入れると映えないよなって入れている時に気づきました。黒のカップ残っていたと思ったのですが、引っ越し時にどっかに行ってしまったようで見当たらず。しかし栗きんとんできるだけ他の品にくっつかないように入れたいなと悩みました。田作りと昆布巻きは銀カップに入れ、なんとなく盛り付けてみたのですが、この小ささの銀カップに栗きんとんは微妙だよなとギリギリまで考えながら、こんな感じに1段目は盛り付けました。2段目は仕切りがあるのでそんなに考えずに盛り付けました。入れるものも3種類なので筑前煮を斜めにただ入れるだけです。最後に筑前煮の上に彩りのサヤエンドウを入れたら2023年おせちの完成です。